雑談です。ハンバーグです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、金子綾乃さんの武道館がありましてね、もう発表されてからもうこの日を本当にどんだけ楽しみに、俺がこの日をどんだけ楽しみにしてたかっていうのはね、まあどこにも行ってなかったんであれですけども、陣内くんのネタの収録が近々ありまして、でそれの打ち合わせがね、祖師ヶ谷大倉 TMC です。スタジオでありまして、祖師ヶ谷大倉ですよ。でお昼から行って、で収録後にまたもう一回チェックしてみたいなんで、予定では16時半に収録が終わって、まあ1時間ぐらいで出れるだろう、17時半には出れるだろう。で開演が19時だったんで、祖師ヶ谷大倉からまあ武道館まで1時間ぐらいかかりますよ、電車でと思ったら、その打ち合わせが押しに押して18時、向こう出たのがね18時20分とかだったかな。そうですね、祖師ヶ谷大倉の駅に着いた時に18時20分の電車でした、確か。でこれじゃもうどうにも間に合わんと思って、で駅にタクシーも止まってないし、これ終わったなと思って、もうちょっとでっかい駅、経堂まで行ってタクシー拾ったろうと思って、ただ運よくね、まあちょっと待ちましたけど拾えて、いい運転手さんでね、高速を飛ばして20分そこそこでついてくれまして、まあ頭4曲ぐらいかけましたけども、駆けつけてみましたけども、いや素晴らしかった。これについてはたくさん言いたいことがあるので、また別動画で熱く語りたいと、金子綾乃さんについては熱く語りたいと思いますが、ここではあんなに押すかな、打ち合わせ。もうほんと陣内くんもね、後ろなんか入ってて早く出なくちゃいけなかったんですが、まあお互いね、僕もそうですけども、ネタに関してはお互い譲りませんから、まあしょうがないですよね。しっかりやれて、かなりいいものができておりますんで、それはお楽しみにといったところですかね。はい、そんなことをしておりました。まあどっちも素晴らしかった。でまああれですわ、アバランチね、見ましたですわ。アバランチの7話目、これもうね、俺の予想の展開通りになるんじゃないかなっていうフラグがもう立ちまくりですよ。だから僕は最終的に誰でした、名前がすぐ出てこなかった。あいつトクラじゃなくてあれうわ出てこない、嘘でしょさっきまで頭の中にあったのに、こんなことあります？これね、霧島総理官邸やめるってよじゃないですけど、内閣情報調査室やめるってよじゃないですけど、霧島が裏切ってほしい。僕はアバランチ、これ最終的に霧島がまあ内閣官房副長官ね、大山の右腕としてかなりのところをねこうやってる。その前の時からもですよ。だから3年前の偽装テロの時もなかなかの働きをしてて、それで今回もまたその3年前と同じような偽装テロを起こして、大山が目指す日本版 CIA だから、結構無茶ができる組織をね、作ろうとしてる。それにまた3年前その偽装テロを起こして今の地位を手に入れ、で今回また同じようなことをして、総理を目指してるのかな、っていうところの片棒を担いでるというか、片棒というよりももう本当に右腕ですよ。ライトハンド、なぜ英語で言ったのかね、右腕の霧島がまあ暗躍をしているわけですよ。でそれが僕はね、このアバランチのドラマの中で最後の最後にひっくり返す切り札と
いうかが霧島なんじゃないのかなと予想をずっとしていたんですが、この7話を見た時にジャーナリスト、名前が何でした？名前がもう出てこないからすっ飛ばしていきますけども、記者ね、記者がちょっとアバランチ最初は叩き気味にこう取材をしてたんですけども、どうもこれは違うぞと、政府側の都合のいい発表がされているんじゃないか、もしかしたらアバランチはそこと戦っているんではないのかっていうのを気づいてるんですよ。でだから大山とジャーナリスト、しがないジャーナリストですね、じゃない普通のジャーナリスト、バイクに乗ってね、総理の誘拐現場も写真押さえてて、そこでちょっとね揺らぐんです。あれ、アバランチって本当にテロリストなのかなって揺らぐんですが、それでもなぜかねアバランチの味方をして、アバランチが本当にこう暴いてくれるんじゃないかっていうのを確信をねに迫ろうとしている、なので霧島が裏切らなくてもジャーナリストがやってくれるのかなってことはあるんですけどね、どうなんですか。ペンは剣よりも強しということで、そっち側の線もあるのかなとは思いつつ、今回7話でね、トクラとハブの直接対決から始まるわけですけども、トクラはね、ハブと直接対決するってことを大山に告げると大丈夫だと、極東リサーチを手配してるから安心して行ってこいって言うんですが、大山はその極東リサーチに何をさせたかっていうと、大山じゃないトクラの抹殺ですよ。だからでトクラを抹殺させて、それの死体が上がったところは、アバランチがやったってことで報道をすると。でもう本当に大山の手のひらの上でアバランチもそしてトクラも動かされていて、まんまと、アバランチ、ハブ含めアバランチがはめられてしまうと。で偽アバランチがジャックして犯行声明みたいなのね、今まではその政府の不正を暴くぞって言ってたけども、今もうそんなこと悠長なことは言ってられないっつって直接天誅を俺らが下すって、犯行声明11月29日にね行うということを予告動画を流されてしまうとね。でじゃあ11月29日に何があるんだっつったら、なんか講演会じゃないですけど、なんかそこにゲストで総理が来て挨拶するみたいなところでテロ行為が行われるんじゃないかという噂も、政府の主導のもと拡散されており、でアバランチとしてはそこをなんとか偽アバランチが極東リサーチがそこでテロをね、偽装テロをまた起こすんで、ハブにしたら綾野剛君にしたらね、3年前の記憶も蘇ってまた同じことをさせられるんじゃないかってね、必死になって阻止をしようと。じゃあその当日ね、いろいろ狙撃ね、きっと狙撃だろうということで張ってるんですが、総理が会場に行く前に拉致するってのはどうだっつって拉致ね見事成功するんですが、会場に張ってた牧原千葉雄大君演じるマッキーが捕まって、極東リサーチに捕まって、リナがね張ってたんですけども、そこを穴を突かれてというか誘拐されてしまって、追うんですが、今度はその爆弾も仕掛けてあるのかもしれないってんで、いろいろ探って警備に当たっている山森、ね、木村佳乃さんと、それから福士蒼汰さん、西条くんが現場で警備をしているところに大山がそっと現れてね、もう総理来ないのはそこでもう分かってますからね、山森が見つかってしまうんですよね。警備をしてるとは珍しいねって、お茶でもどうだっつって
もうアバランチが窮地に立たされると。で、僧侶を誘拐して家まで送ろうとしてたハブ、それから内本さんもこう総理をほっぽり出してね、爆弾が仕掛けてあるかもしれないからっつって現場に戻るところで、終わるんですが、いやこれどうなっていくんでしょうかね。僕はやっぱりね、暗躍してる霧島が裏切って、くれることを期待してるんですが、もしかしたらジャーナリストがね、どこまでその声が届くのかってね、編集長にもね、おいお前っつってだいぶこう言われてるんですが、だから霧島がね、不敵な笑みをねずっと見せてるでしょ。だから僕は霧島が最終的に裏切るのか、裏切る裏切らない言ったら裏切るんだろうとは思うんですけどね、どうなっていくんでしょうか。それからね、総理大臣は結構抜けた感じでね、演じておりますけども、総理が直接ねハブとそれから内本さんと話してね、いろいろ聞いてるんで、総理が気づくのかもしれないし、それから総理のね、大山の秘書の福本もこれクリスマスのね西条君と約束をしてたりっていうんで、これ意外に抜けてるんですね。情報をポロポロ言っちゃうんで、やっぱり霧島の線がなければ総理がねちゃんとしてたんだってことに落ち着くのかもしれないですけど、どうなっていくのか非常に来週以降楽しみなね、アバランチ見逃し配信 TVer、 それからこれはカンテレ動画ですか、 FOD じゃないですね、カンテレ動画でありますので、ぜひご覧になってください。コントハンバーグね、総理のねランチは出前でって言ったところね、いや僕は嫌だ、ホテルで食うんだっつってね、ランチがハンバーグでした。うまそうなハンバーグでしたね。っていうようなアバランチね、本当に面白い。面白いし痛快だし、悔しいなチキショって思うところをね、やっぱり綾野剛さんのねかっこいいところがね、ふんだんにというか本当に強いしかっこいいし、会って話したいね、綾野剛さんとね、すごいっすねっつって言うぐらいしかないですけど、いや本当に面白いドラマアバランチやっておりますんで、見逃し配信ぜひご覧になってくださいといったところですが、あとね金子綾乃さんの件は別動画で熱く語りたいと思います。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。